はい、こんにちは。MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。今回はこれ、セブンヘルツ、レガートです。またダイナミックドライバー2機搭載モデルなのね。そうなのよ。今年はいろいろなメーカーさんから 2DT モデルが出てきてるわね。じゃあ早速見ていこうか。はい。セブンヘルツっていうメーカーをエントリーモデルのゼロで知ったという人も多いんじゃないかと思うけど、ざっくりこういうメーカーね。なんかかっこいい名前で、いい音しそうって感じよね。レガートの価格は109ドルだから15,000円前後。数あるセブンヘルツのラインナップの中ではエントリーモデルの次に買いたい価格帯かしらね。同じくらいの価格だとプレイナードライバー搭載のディオコも選択肢に入るかな。エントリーモデルは皆さんご存知ゼロで3000円ぐらいで入手でき、ここ半年ぐらいの 1DT エントリーモデルの中では多分かなり売れてるモデル。パッケージ内容はこんな感じね。ディオコやエターナルもそうだったけどケースがしっかりしててかっこいいわ。イヤピは数えるのが嫌になるぐらいいっぱい入ってる。あ、ごめん嫌ではないわね。あとは交換用のフィルターね。外観は航空グレードのアルミニウムケースを CNC 加工し、見るからに堅牢そう。フェイスプレートは指紋がつきにくい仕上げ。重さは片側実測 7.2g。軽くはないけど重いというほどでもなく、厚みが 24.3mm でちょっと存在感ある感じで、個人差あるけど耳からはみ出すかはみ出さないかギリギリ。2箇所のベントホールでエアフローと音質調整していて、サイドの3連の方からは音もそれなりに漏れてくるけど、聞いてみると適度な開放感があり、結構重要だと思う。ドライバーは 12mm と 6mm の 2BD 仕様。振動板は第4世代 TLC 複合ダイヤフラム。12mm ウーファードライバーはカスタマイズされた多層複合ダイヤフラムと強力な N52 マグネットを使用し、大胆でパンチの効いた低音と深い鳴りを実現。これは視聴しても確かにいい感じの低域だったよ。そうなのね。新開発の 6mm ツイーターミッドレンジドライバーはダブルキャビティ構造で光合成低質量の特注金属振動板を採用し、卓越した高音性能を実現。華麗でパワフルなドライバー構成になっている。クロスオーバー設計には8個の日本製オーディオグレードのタンタルコンデンサーを搭載。独自のクロスオーバーはダイナミック型ドライバーの特性に合わせて特別に開発されたものとのこと。なんてかっこよく解説してみたけど、販売ページの受け売りね。ミミーちゃん、案外正直なのね。タンタルコンデンサーってなんか美味しそうね。タルタルソースを思い出しちゃったのは愛だけかしら。案外連想しちゃった人いそうだよね。今回のサウンドチェックはどれと比較しながら聞いてみます？そうだね。レガートはちょっと独特な鳴り方だったので、価格もドライバー構成も違うけど、同じ 7Hz のゼロ、それとディオコも一緒に聞いてみようか。調整はバランスのいいゼロを基準にしてみたよ。ああ、面白そうですね。ケーブルは付属の金メッキ OCC ケーブル、イヤピは単チジム TAPB トレブルを使用し、音収録しました。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。はい、サウンドチェックでした。特徴の違いが結構はっきりしていたと思います。ジャックさん、音収録のイヤピはどうやって決めたんですか？まず測定結果がこれね。ざっくりだけど、ここがとんがってるのととんがってないのに分けられる。
実際聞いてみると選択肢としてはどっちもありで好みの問題ね。なのでだいたい中間に位置していたのと傘の白いバンドルイヤピに特性が似てるんで TAPB トレブルにしてみたってわけ。この価格帯のモデルを手にする人は大概お気に入りのイヤピが分かってる人だと思うんで、わざわざバンドルイヤピを使う人は少ないかもしれないけどね。レガートは低域が強いのが波形でもわかるんですけど、広域を無理してあげようとは思わなかったんですね。そうだね、この辺りの変化で対抗できるような低域じゃなかったし、上げたいとしたら中高域だからね。じゃあ波形比較しながら音質の特徴を見ていこうか。そうですね、お願いします。というわけでまずレガートのシングル波形から。おお、低域モリモリじゃん。そうなんだよ。最初の主張ですぐ気づいてはいたんだけど、測定してみてびっくり。そして次のびっくりはこの帯域。弱めな上に3キロ手前のピンポイントの減衰。あんまり見ないカーブだなーって思った。モデル名がレガート、音楽用語で滑らかにだけど、聞いた感じは確かに他のモデルのようなとんがった感じはないよね。測定前にだいぶ聞いてみたんだけど、印象は悪くなかった。特に少し音量を下げても低域がいい感じで残るんで、作業しながら聞くのにいいなぁと思った。リスニングレベルまで音量を上げると低域の存在感は増してくるんだけど、ただ量感が増すわけではなく結構柔らかく感じられるんで、全体的な出音がマイルドで滑らか。まさにモデル名通りレガート。そうなんだ。じゃあ他のモデルの波形も重ねてみようっと。こうやって見ると三種三様ね。ほんとそうだね。今回はサウンドチェックの調整をゼロにすることでレガートの低域の量感や中高域の弱めな感じが伝わればいいなぁと思ったんだけど、波形を重ねると特徴の違いがはっきりしてるよね。1DD モデルのゼロはバランス型でやや中高域重心。プレイナーモデルのディオコは低域がやや控えめで高域に特徴あり。そしてレガートは低域寄りのバランスで高域はある程度出るけど中高域が控えめ。ゼロのようなバランス型を基準にリスニングするとドーンとくる低域、沈み込むボーカルやサックスのメロディーライン、高域系のハイハットやシンバルはちょっと低域にマスクされ気味。ちょっと全然いいとこなくないですか？そうだよ。でも基準をゼロのようなバランス型にした場合ならね、レガートはあんまり他と比べちゃいけない気がする。ああ、そういうことですか。サウンドステージとか分離はどんな感じですか？開放感があって空間の真ん中が空いてる感じがするんで、そういった意味ではサウンドステージは広めな印象。分離とか改造感はあんまり期待しない方がいいかな。性能の問題じゃなくて特性上仕方がないところというかマイルドなんだよね、全体的に。レガートなんでしょ？そうレガートなのよ。ゼロは多くの人に受け入れられてると思うけど、この中高域が聞こえすぎる人もいると思うのね。これは人によって聞こえ方が違うということで、そういう人にとってはレガートのような特性は合いそうな気がするんだよね。実際いい曲なんだけど、ボーカルでかいなーなんて思っている曲をレガートで弾くととても心地よく聴けたりするんだよ。サックスのメロディーラインも同様で、疲れてる時にあんまりサックスにグイグイ来られると疲れるなんてこともよくあって、そういう時には最適な気がする。もちろん EQ で低域を抑えて中高域持ち上げれば普段聴いてる他モデルのような音質にはなるんだけど、なんかそれじゃあもったいない気がしたわ。レガートはできれば補正せず弾き方を変えてみたいと思ったのよ。じゃあ万人受けはしないけど、レガートの特性をよく知った上で上手に使いどころを見つけるといいってことかしら？そう思うよ。中高域が聞こえやすい人とか、すでに何本かイヤフォンを持っている人がサウンドバリエーションとして持ちたいとか、低域重視の人や作業中に少し音量を落として聞きたい人とか、疲れてる時に聞いてホッとしたい質感を求めている人にはおすすめ。逆にビギナーの人が1本目に買うモデルとしてはあんまりおすすめではないな。なるほど、そういうことなんですね。愛はなかなかいい音だと思いましたけど、ちょっと考えようかな。ゆっくり考えるといいと思うよ。数多くのモデルが存在し、バランス重視のチューニングが増えている気がしますが、レガートのような特性を持つモデルはある意味希少な気もするので、気になったら入手してみてもいいんじゃないかと思います。ということで 2DD モデル 7Hz レガートのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。